もうみんなねこう死にかけなんですよ。我々死にかけてるのね、わかりますか？死にかけなんですよ。もう我々もう死にかけてるんですよ。もラガマフィン念仏者東の玉 with 山師山の大事な話。いやー暑いですね。今日も飲みに来てますよ。今日はですねオースティンでもね、すごく有名でね、これは大きなね、ブルガリのねブルトリウム、ここに来てます。ここはね中も広くてね、たくさん席があっていろんな種類の、ビール楽しめる素晴らしいブルワリーですね。今日はここで、飲みたいと思います。はい、入っていきましょうか。はい、中はこんな感じですね。はい、まだね時間が早いんでそんなに混んでないですけどね、後からね混んでくると思いますよ。今から注文しますけど、ここにねビールがこういうビール置いてます。書いてあるんだけど、ここ見てください。親父ギャグっていうねラガーがあるみたいですね。何ですかねこれ、面白そうですね。ちょっと頼んでみましょうか。ラガマフィン念仏者の東の玉です。今日はねブルトリウムというブルワリーに飲みに来てますが、とりあえずねちょっと乾杯からいきましょう。はい乾杯久しぶりですね。うまい。いやうまいですね。これですよ、やはり醍醐味ですな。いやいいですね、やっぱりね久しぶりですね。こういう風にね飲みに来たのもブルワリーに2ヶ月ぶりですよ。本当にミスター M はね、先月ですね。先月一時帰国2週間ぐらいですかしてたということで、まあねちょっとどんなことしてきたのかねお話聞いてみましょう。一番はですね、食ですよね。食、美味しいものを食べるとね、いやーそりゃ大きいですよ本当にね。やっぱりこうアメリカにいると、肉ですもんね。やっぱりテキサスはね特にね。そうなるとやっぱりこう美味しい海鮮が食べたい。海鮮食べたくなりますよね、やっぱりね。美味しい日本酒が飲みたい。日本酒とね合うよね、やっぱりね。それ一番大きいですよね本当に。まあなかなかね日本食もありますけどね、オースティンもたくさん美味しいね和食のレストランね、お刺身とかお寿司とかね食べられるところたくさんあるけどね、またちょっと違いますよね。またね日本で食べるのとまたねちょっと趣がね。そうですか。じゃあいろいろ美味しいね海鮮と美味しいお酒を楽しんできたということですな。まずはねいいですよね。なんか日本のその焼き鳥とかさ、やっぱり居酒屋ですよね。居酒屋って日本にいたら当たり前にどこにでもあるけど、アメリカとかに住んでるとねなかなかこう居酒屋の雰囲気、焼き鳥食べながらさビール飲んでさ、ハイボールとかチューハイ飲んでみんなでワーワー言ってね盛り上がってさ、ああいうのはなんかちょっとないですよね。なかなかないよねアメリカではね。いいじゃないですかね。他に何かありましたか？なんかこれには家族サービスですね。家族サービスね。それはね行きたいところにありますね。一緒に行って、あれですか、いわゆる夢の国ね。夢の国にも行きましたね。行きましたか？行ったね。夢の国に行ったんですけど現実を知りましたね。夢の国でね夢の国なのに
この世のシャバの世知辛いね、やっぱりリアリティをこう見せられることがあったんでしょうね。そういうのも勉強でしたね。ね、どうだったんですか？なんかあれですか、やっぱりこうなんていうか、こうまあ金持ってりゃ何でもできるみたいなそういう話ですか、やっぱりね。そうまあそういうのありますよね、やっぱりね。どうなんですか、このやっぱりこう仏教の世界でいうと、はいはい。何かこれがあればいい、現実だとまあちょっといやらしい話ですけど、はいはい、金があればお金がな、お金があれば何でもできるみたいなところがあるんです。そうですね、仏教の世界でいうとこれがあればできた。そうね、やっぱりね、その人間というのはその仏教でね言われるのはこう、まああればあるでまあ苦しむ、そしてまあないならないでそれはそれでやはり苦しむというね、まあ、そういうことが言われてますよね。だからやっぱりまあお金欲しいなとねいうので、お金がないっていうので苦しんでる人はやっぱりずっとお金欲しいというのでそれが満たされなくて苦しむけど、でもじゃあお金があればいいのかと言ったら、じゃあお金があったらあったでそれを失うんじゃないかとかさ、もちろん死んだらそれはねあの世までは持っていけないものだし、あったらあったでさ、やっぱりそれをねなんか取られるんじゃないかとかさ、ね、それがなくなったらどうしようとか、そういう苦しみっていうのはねどうしてもね、つきまとうんですよね。そういうこうやっぱり人間だとどうしてもこうあるなしって考えてしまうところがあるんですけど、それをこうどうやってこうフラットなところにしていくかとかって、なんかそういう考え方の、まあ、コツではないですけど、そういうのってなんかあるんですか？その要するに、まあ、どうしても自分どっちかの見方に偏ってしまうけど、それをこうフラットに見ていくと、それはやっぱりすごく大事なことだと思うんですよ。仏教で物事を正しく見る、正しく認識するっていうのがやっぱり本当にね仏教で言われてることであって、だからなんていうのかな、あらゆる物事にはやっぱりこう二面性というかさね、まあその時その時の自分が置かれている状況とかね、まあ、立場とかねによってまあ受け止め方ってやっぱり変わってくるんですよね。例えばまあ例えば何かこう作物をね作る、まあ、農家の方とかがずっとこうね日照りが続いて、で早く雨が降ってほしいなという人にとって降った雨はすごいありがとうってね、ここで雨が降ってくれてなんとかねこう恵みの雨だというふうに受け止める、その同じ人がさ、じゃあね週末に家族でね海にまあ、旅行に行こうと計画があってさ、でその時にもう朝から土砂降りだったとしたらさ、なんでやねんって。でも雨が降るというその現象に別にいいも悪いも本来はないはずでしょ。それを自分側が自分の感情とか自分のその時の状況によってどう受け止めるかで、その雨が降るということをまあいろんな見方で見て受け止めて、まあ要は一喜一憂してるみたいなところが、まあ、我々の、まあ、偽らざる姿、そういう風にしかやっぱり生きれないということですよね。まあやっぱりそういう風に考えていくと、やっぱりこの生と死っていうね、仏教はまあその生と死というものをこう分けては考えないので、まあ生きる死ぬと書いて生死という風にまあ我々はね捉えますけど、本当にねこの我々が今生きていること、そして死んでいくこと、それもね別に全くそのなんていうのかな同じことなんですよね。
死ぬっていうことが単独で生きるという先にあるわけじゃなくて、生きるということは常にまあなんていうか死につつあるということとも言えるじゃないですか、ある意味でね。だから僕もミスター M もまあ昨日より死に近づいていってるわけですからね。だからそういう意味で言ったらもうみんなねこう死にかけなんですよ。我々死にかけてるのね、わかりますか？死にかけなんですよ。もう我々も死にかけてるんですよ。もう別に僕はまだ元気だし、別に僕はまだそんなねまだ全然死ぬとかそういうフェーズになってない、入ってませんよって思ってても分かんないじゃん。今日帰りにさねボーンと事故でね死ぬかもしれないわけだし、何にしても最終的には死ぬということだから、死にかけてるということ、生きているということは、生きるということは死にかけているということですよね、やっぱりね。そういうふうに見ていく。生きるということを生きる、死ぬというのは死ぬというふうに分けて考えるんじゃなくてね、それも全部同じことなんだと、そういうふうにやっぱ考えていきますよね、我々はね。どうですか、その辺は。仏教の教えで面白いなと思ったのは、そういうこう分けて考えない、つながってるとか、そうですよね、一緒になってる、実は表裏一体なんだなというところがなんかこうすごく、勉強になるというか、ためになる考え方だなと感じますね。だからまあやっぱりなんていうか、そのすごく知らされてくるのは、本当に自分の都合で物事を、世界をまあ決定づけてるんだなということですよね。自分自身がそういうふうには感じますよね。でも果たして世界のなんていうかあり方というか、本当に自分が見たようなもの、自分が認識しているような世界というのが本当にそれがなんていうか正しい見方なのかっていうのをすごくこう考えさせられるよね。なぜならそうじゃないから。それは正しい見方じゃないんですよ。やっぱり自己都合の視点からでしか見れていないというかね、そういうのをね、そういうのを知らされていくプロセスだと思いますよ。最近だとやっぱりこう、特に日本人かもしれないんですけど、話とかあるとどうしてもこう白黒をつけたがる。そうね。イエスかノーか。そうだよね。それ以外はないっていうようなところをすごく、最近特にありますよね。感じるようになってきてるんですけど、こうそうじゃないそのグレーな部分にこうフォーカスしていく。そうですね。っていうところにこうなんか仏教の考え方というか、でそのグレーな部分ってすごい答えが出にくいところだと思うので、今一生問い続けないといけないんですけど、多分その曖昧さなところに、人間はもっと考えていかないといけない。考えていかないとね。やっぱりね、本当になんていうのかな、この世界というのはどういう世界なんだっていうのをこう見る視点に対して最も危ういのは、自分がただ見たまんまそういうもの、これが世界だというふうに受け止めることほど危険なことはないよね。だから何らかのやっぱりそういうちゃんと信頼できるそのものの見方のやっぱりガイダンスみたいなのがより必要になってくると思うんですよ、これからの時代はね。それぐらいもうなんというか、もう人間のその情緒的なものと AI の、そういうね、なんというかさ、全部こうデータから来るもの、もうそういうのもひっくるめて、もうそこにもう存在している世界で我々今生きてるわけだから、それは受け入れざるを得ないじゃんね。だからやっぱりそれだからこそ本当の意味で物事をこうそのままに見るという、そういうね、何かこう一つの物差しというか、それはね非常に重要になってくると思いますよ。だ
だから僕はそういうのを仏教にそういうものをまあ求めて、そしてまあその見方をすごくこうね、なんていうか教えていただいてるから、なんかね、っていうのかな、それが正しい見方だということを別に言いたいわけではないけど、なんていうか、まあ全く今まで自分の経験値とかから来る物事の見方とは違うもう一つの軸ができるみたいな感じだよね。それはそれでどっちも大事にしないといけない。そうですよ、本当にどっちも大事だと思いますよ、僕は本当に。要するにね、やっぱりね、こう仏法を聞いていくと、まあやっぱり仏法をすごく大事にしてる人、大事にされてるね方っていうのはたくさんいるんですし、僕自身もそうだけど、でもやっぱりその仏法だけ、それが全てで、それが大事なことで、それ以外のことはもう別にそんなね大事なことじゃないんだ。そういうのは全てまあいわゆるまあなんていうのかな、何の意味もないようなことなんだとね、いずれは消えていくようなことだっていうふうに受け止めちゃうと、ちょっといわゆる社会から孤立してしまうと思うんですよね。だから我々が生きてる世界、いろんな人とこうね、いろんな関係を持ちながらさ、仕事をしたりね、家族関係ね、人間関係ね、子供を育てたりさ、そういう中で本当になんかそういうものもやっぱりすごく大事ですよ。当たり前に大事じゃん。それがだって人間が生きるもうそのものだからね。だからね、ちゃんとその両輪で捉えていくということは大事だと思う。変になんていうのかな、こうなんかまともじゃないようななんか考え方になっていったら、それは非常に危ないと思うんですよ。それがたとえ仏教の教えだとしても、なんかじゃあその社会とのつながりとかどうでもいいんかってなったらさ、そんなわけないじゃん。ちゃんと自分も一人の人間として社会の中で生きていかないといけないわけだから。だからね、僕が大事だなと思うのはね、要するに常識とかいうのはまあいろいろあるかもしれないけど、自分の考え方とか物事の受け止め方がまともかどうかっていうその問いを常に自分に問い続けることが大事だと思う。自分は今まともか、それとも傍から見たらそれはちょっとまともじゃないって思われるようなもうなんか考え方にいっちゃってたらさ、それは危険だよね、非常に。だからまあ、この人が言ってることはね、別に仏教のことを通してまあ自分にはちょっとわからない世界もあるかもしれないけど、まあ言ってることはまあまともやなというのはやっぱりね、そのまともさっていうそのガイドラインというか、それは非常に僕は大事にしてますよ。それはどういったところからこう決めてくるというか、まともさっていうのは、まともというのはね、やっぱりシンプルに考えて、なんて言えばいいのかな、常識的にというより、なんかなんて言えばいいのかな、普通にこうだったらこう、じゃあこうっていう風に、そういうロジックで考えたら、当たり前に考えたらそうでしょみたいなところですよ。まともという考え方だから、それはやっぱり想像力をまあすごく養成される、想像力が養成されると思うんですよ。物事をまともに受け止めるというのは、要するに自分がこういう発言をしたら相手がそれをどのように受け止めるかっていうところも考慮しないと、自分が好き放題やってて、俺はこうなんだ、これがもう俺のあり方なんだって言って、他の人がそれをどう思うが関係ないっていう感じだと、まあちょっとなんていうか、まともじゃない感じになっていく可能性はあるけどさ、やっぱり当たり前に考えてさ、なんかこういうことを言ったら相手はどう思うかなとか、どう感じるかなとか、
でそれで、ちょっと嫌な思いするかもなって自分が思うんだったら、そうだということだよね。だからそういう風に見ていこうよっていう、もう非常にシンプルなことですよ。それは本当に難しいことでもないし。次のテーマはね、やっぱり我々はね、このアメリカ駐在してるんですけど、その駐在してる場所がね、オースティンというね、テキサス州のあんまり日本ではそんなに知られてないですよね、オースティンって。でやっぱりね、駐在員が多いところって言ったらシカゴとかさね、サンフランシスコ、ロサンゼルスとかさ、テキサスで言ったらダラスとかヒューストン多いけど、オースティンっていうのはね、あんまり聞いたことないっていうかさ、僕も実際に駐在来るまでオースティンってどういうとこなんだろうと思ってたけど、かれこれね、僕ももう3年になろうとしてますよ、オースティンでの暮らしが。そしてあと数ヶ月でね、もう私も日本に帰国するので、やっぱりこのオースティン生活を振り返りたいなとちょっと思いますよね。最初の質問なんでざっといきますけども、オースティン生活、どうでした？一言で言うと、もうマジで最高。もうそれ以外ないね。もう超最高。なんていうのかな、もうオースティンで暮らしてこういう風に感じない人はいるのかって思うぐらい、なんていうか僕にとってはね、まずライブミュージックの街で、これは日本ではあんまり知られてないけど、オースティンって本当にライブミュージックの聖地って言われているんですよね。音楽の街で、確かに本当にいろんな音楽に触れることができましたよ。僕音楽好きだからね。そしてもう一つはね、やっぱりこのね、これですよ、ブルワリーね。こうやってね、みんなでこう集まってブルワリーでね、飲みながら語り合うというね、それがやっぱり一つのオースティンライフのね、醍醐味だと僕は思いますし、いい音楽があって、美味しいお酒があって、でそれを分かち合える友がいる、もうそれが揃ってたら、もうそれ以上最高な場所はないよ、本当に。そしてね、もっとそれもね、すごく僕はね良かったことなんだけど、やっぱりね、こういろんな人の生き様をね、こう見せられたよね。なんていうか、こうシビアだよ、すごくシビアだとは思う。アメリカで生活する、ましてその外国人だよね。我々日本人、こっちに住んでる日本人でビジネスやられてる人もたくさんいるけど、なんかすごいなと思うし、リスペクトだよね。でもなんていうか、一つの形だけじゃないというね、人間が生きる道というのは本当になんかあらゆるいかなる生き方をしてもいいんだっていう、そこが本当に僕は感じたね。だから僕も僕が生きたいように生きようとね、本当に自分の人生っていうものを、なんていうか、それに対してすごくコンシャスになるよね。自分の人生というものに対してですよね。なんかやっぱりお前はそれでいいのかと、なんか問われる感じがしたよね。アメリカでオースティンでさ、生活してね。その考え方はもともと日本にいた時からあったもので、それがオースティンに来て、大きくなっていったのか、それともまたオースティンに来て初めて出会った考え方なのかっていうと、多少はあったと思いますよ。日本にいる頃からなんかいろんなことを考えたり、いろんなことを僕は問うということが好きだったからね、いろんなことを考えてるけどさ、いつも。でもやっぱりオースティンに来て、もうリアルにそういう環境に自分がぶち込まれたから、で周りを見渡すとさ、それぞれ自分の人生を生き生きと何かね、その
自分の人生はこれなんだというふうにこうそれに邁進してるような生き方をしてる人がたくさんいてさ、それを見せられたからさ、さらにじゃあお前はお前の人生っていうのは何なんだとね、そういうふうに考えた時に、じゃあ会社に派遣されて、でそういう会社が作ってる製造販売してる商品を売る、私はセールスですからそれを売るで事業を拡大していくというのが会社からしたら僕はここに来た目的ですよ。でも僕の人生の目的をもうそれ同じ会社の目的と同じ目的意識でいいのかって考えたらいいわけねえだろって話になるんですよ、そこはね。だからやっぱりそういう意味で言ったら本当に自分自身の人生に対してすごくコンシャスになったよね。そんなね、もう残りあとどれだけ生きられるのかもわからないような年だし、僕もそりゃ考えさせられるよね、非常に。それも多分おそらく日本にいる時と変わったね、変わったことだと思うんですけど、ここに来て、今の考え方もそうですし、自分が一番なんか変わったな、オースティン、アメリカ生活をして、こういうところが変わったなと思うところって僕は何かありますか？変わったなというのはね、やっぱり自分の感情だよねにやっぱり正直になるということだよね。どうしてもね、非常に日本でね、生きてた頃、その仕事会社という組織の中でもそうだけど、やっぱり本来の自分ではない自分を演じないといけないという部分がかなりあると思うんですよ。それはね、本当によくよく考えてみたらみんなそうしてるところが少なからずあると思うんだよね。アメリカでもあるよ、別にそれはそうだわ。何でも好き勝手ね、自分はこうだって言って生きられるもんでもないけどさ、でもなんていうか、僕はこういうふうに考える、でこういうふうに受け止めてこういうふうにしたらいいと思うっていうそのオピニオンを持つっていうことは別にいいことで、何も変なことではないし、でその自分の意見をそれが別に上司だろうが何だろうが別に自分はこう考えますと言っていいじゃんっていうね。なんかそういうなんていうのかな、いやとは言ってもこのちょっと空気読もうよとか組織でやってるんだからみたいなの変なそういうものになんか縛られずに、自分のあり方と自分自身のその言動がちゃんとリンクするようになってきたとは思いますね。やっぱ今までと異なる環境で、異なる文化、異なる言語で生活してると、逆に洗練されていくものっていうのもあると思うんですよね。日本にいる時と、逆に今度は変わらなかった、逆にもうなんかもっと思いが強くなったっていうのってなんかあるかもね。ありますか？あると思いますよ。それはやっぱりね、僕はやっぱりその、仏法ということですよね。アメリカに来てもこのオンラインの参加で仏法を聴聞するような縁がずっと途切れずに来たからこそ、こういう異国の地で暮らしてたら、特に自分が日本人で、そして自分がこの仏教という教えに縁があったということが、より非常にそれが大事なものだというようなことがすごく浮き彫りになってくるような感覚はあるよね。日本にいた時よりだから、僕はその自分が念仏を喜んでいるということに対して非常に真剣に向き合ってきた感じはあるよ、アメリカに来てから。だって周りにいないんだもん、そういうことをやってる人がいないから、自分がそういうふうに受け止めていかない限り、別にフラフラさ
別に音楽も楽しいで、ブルワリーで飲むのも楽しい、そういうものに目を向ければさ、もうそっちばっかりでも別に人生は充実するわけじゃんね。でもやっぱりそうならずに、やっぱり自分が一番ねやっぱりこう大事にするべきものは何かっていうのを考えさせられるきっかけを繋いでくれた感じはするよね。この僕がやっぱりこのサンガに所属し、アメリカに来ても仏法を聞かせてもらえるというその環境が整っていたということはありがたいよね。より深まったと思う。だから僕の中ではそう感じてますよ、本当に。とりあえずこれぐらいにしておきましょうかねいやね、飲みもね佳境になってきましたけどね、大事な話しようかなと思ってさ、これだけは今日絶対にミスター M に伝えておかないといけないという話がね、ちょっと僕も思い出しちゃってさね。なんだっけ思い出した。これ本当に思い出した。要するにさ、死ぬということはさ、人間にとってできるだけ後の方がいいと思うじゃん。要するにだから長生きの方がいいと。だってさ、明日ミスター M も死ぬって言われたらさ、それは家族も含めてそれは悲しいなということになるでしょ。でもさ、このお念仏をこういただいた人のにとってのその死というものはね、要するに悲しいことじゃないんですよ。喜ぶべきことなんですよ、ある意味でね。だから早くもし死んだとしたら、それだけね、要するに自分がね仏にならせていただくというなんていうのかな、因果という意味で言ったら、物事は原因と結果があるわけでしょ。我々が聞かせていただいている果というね、結果、リザルトとして自分は仏にならせていただくのが自分の死なんですよ。だからそれがね、もし仮にちょっとそれが早まったとしても、要するに自分が仏になるのが早まったということで、それは素晴らしいことなんですよね、ある意味で。でもこの自分が生きてるシャバの世界だけの感覚で生きてたら、まだ死にたくないとかさ、まだやり残したことがあるとかいろいろあるけどさ、もうやっぱりそういうのを超えて、別にいつ死んだとしてもその時が自分が仏として生まれさせていただく、ある意味で誕生日なわけだからさ、それがちょっと早く来た、それがちょっと生きるだけ生きて遅く来たというだけの話でさ、もう本当に早く来たなら来たで、もうあの人は仏になられたんだと。東野玉さんはちょっと早かったけどね、我々としては、残されたものとしてはもっと一緒にこの人間として時間を過ごしたかったななんていうのもあるのかもしれないけどさ、でも仏になるというその仏果を得るということが自分の死というものだからね。だからね、長生きすればいいとかそういう価値観は全くそういうものとは違うんですよ。だってそれは結局このシャバ世界だけを見たらっていう死生観でしょ。そういうものを超えたものをやっぱりいただいたわけですから、だからいつ死んでも大丈夫だと、ね、むしろ早くその日が来たとしたら、早くその人は仏になっていったと、ありがたいことで、もう何万ダブと、もうそれしかないんですよね、本当に。そういう話をね、最後にちょっと大事な話としてちょっと伝えておきたかったんでね、そういう話をしました。いやいや、今日はねザ・ブルートリウムで飲みましたね。なかなかいい、このちょっと秋の感じの空になってきましたね。早くもね、楽しい時間ありがとうございます。